ご視聴ありがとうございます。今回は私鉄と JR で場所がずれた駅のご紹介です。それぞれの駅の役割と魔改造の歴史、そしてあの強敵に注目です。伏線を多めに張った構成なので、ぜひ最後まで見てくださいね。最初に向かうのが、中部地方最大の都市名古屋を起点とする近鉄名古屋線の駅、近鉄八田駅です。名古屋駅から4駅 3.8 キロの場所にあり、普通列車しか止まりません。近鉄名古屋線は JR 関西本線と並走しており、2駅目の小金駅のあたりから両線はぴったり並走し始めます。JR の左側には青波線の線路もありますが、こちらは粕森駅のあたりで左にそれていき、八田駅方面には行けません。近鉄は複線なのに対し、JR は単線。列車本数も近鉄より少なく、名古屋近郊の輸送では近鉄に負けています。そしてこの駅、近鉄と JR で場所がずれています。というわけで、普通列車で4駅7分、近鉄八田駅に到着です。やってきて早々、下り1番線に特急列車が到着。この車両は、2002年にデビューした21020系、通称アーバンライナーネクスト、先代の21000系、アーバンライナーのデビューから15年近くが経ち、大規模なリニューアルをすることになったのを受け、改造期間中の運用を賄うために6両編成2本が製造された近鉄特急でもレアな車両です。ただしこの列車は回送で、ここで他の列車に追い抜かれます。近鉄名古屋線の特急列車は、近鉄名古屋の隣の米野駅に併設された車庫や、富吉駅に併設された車庫で整備を受けます。富吉車庫で整備を受ける車両は名古屋との間を回送されますが、名古屋線では日中1時間あたり12本が運行され、回送列車はそれらの間を縫って走り、近鉄八田駅で他の列車に追い抜かれることがあります。そのためこの駅は、名古屋線の列車で最も長い8両編成に対応しています。ホームは6両分までですが、本線対比線ともに8両が止まれるほか、ホームの前後が空いているため、見通しのいいカットが取れます。ホームは微妙にカーブしているものの、半径は3000メートルという緩さのため、通過列車は高速で走れます。一方屋根は4両分もなく、雨ざらしの看板は屋根下のものより色が薄くなっています。下り方の様子がこちら。レールの間には、8両の停止位置目印があります。そして最初にやってきたのが、8万系火の鳥。2020年にデビューした車両で、名古屋と大阪を結ぶ名阪特急のうち、停車駅の少ない高特急を中心とした列車で運用されています。この車両の登場により、それまで高特急で運用されていたアーバンライナーは、停車駅の多い乙特急へと移されました。その2分後、五十鈴川行き急行が通過。4+2の6両編成で、名古屋線系統の急行は運行距離が長いため、通勤車両でもトイレがついています。さらにその2分後、四日市行き準急が通過。こちらは先ほどより運行距離が短く、車両も3両編成。この列車にはトイレはありませんが、列車によっては両数が多く、トイレがある場合もあります。そしてこれまでのカットで、あることにお気づきでしょうか。そう、停車駅案内にもあった通り、この駅には普通列車しか止まらないのです。日中1時間あたり12本ある名古屋線ですが、特急急行準急が通過するこの駅に止まるのは普通列車、それも日中毎時3本だけ。大都会名古屋から4駅7分とは思えない少なさです。一方、特急車両が他の列車を退避するのは、上り線側も同じです。やってきたのは、5万系島風。伊勢島観光を盛り上げるため、2013年にデビューした車両で、車内は片側3列という贅沢な構成で、床の高いプレミアムシートや個室、サロンカーにカフェ車両もあります。6両編成が3本製造され、1本あたり17億1600万円という破格のコストがかかっています。そして座席は、すでに下り方面を向いています。近鉄名古屋まで改装されたこの車両は、折り返し下りの賢島行き特急になります。ちなみに島風が止まっている4番線からは、下り方面にも出発できます。島風が停車している間に、アーバンライナーネクストがゆるゆると発車です。そしてその向こうにあるのが、冒頭のカットにも映っていた、JR 関西本線の八田駅。もちろん直接行くことはできないので、一旦ホームの名古屋寄りに向かい、改札を出ます。その途中には、75キロのキロポストが。
これは大阪線山田線と合流する伊勢中川駅からの距離。名古屋線はその経緯の関係上、起点は名古屋駅ではなく、下り方面にある伊勢中川駅となっています。ホーム中ほどにある階段を降りて、改札階へと向かいます。走り去る列車の音がなくなると、一瞬にして静かな空間になります。中央から伸びる階段に加え、下り寄りには上りエスカレーターもあり、エレベーターも完備されています。天井は少し窮屈な感じもしますが、ホームも改札階も綺麗に整備された駅です。ただし、改札口のスペースは右半分がフェンスで塞がれ、改札機も3台。普通列車が20分間隔でしか止まらないだけあって、結構寂しい設備です。券売機も1台だけ。カウンターの右半分はほぼ使われていません。この駅の2019年度の乗降客数は、1日平均で3700人余りと、ちょっと少なめな感じです。まずはロータリーがある北側へ向かいます。この駅の改札は地上ではなく、線路と地上の間の階層にあるため、駅の外に出るにはもう一段下がる必要があります。小綺麗な設備ですが、ここにはバスやタクシー、自家用車も止まっていません。ちなみに Google マップでここを見ると、近鉄八田駅ロータリーの文字の下には、なぜかアイスクリームの文字が、テイクアウトはできるようです。人気がない場所の目印なので、訂正もされないのでしょうか。駅舎の外観がこちら。コンクリートの高架橋がむき出しです。ちょっとだけ闇を感じる情報を心に留めて、関西本線の八田駅に向かいます。ちなみに先ほどのカットが普通の地図ではなく衛星写真を使っている理由は、まだ内緒です。近鉄と JR の駅の間には大通りがあり、駅の北側には横断歩道はありませんが、上には歩道橋があり、東西の往来は確保されています。左右に並んだ高架橋ですが、橋桁も丸みを帯びている近鉄に対し、JR の橋桁はカクカクした作りで、違いが目立ちます。そして隅っこには、JR 八田駅の看板が、ここまでのカットにはほぼ映っていませんが、対角線上の場所には、近鉄八田駅の案内板があります。さらに左にある横断歩道を渡ります。高架橋を覆うように駅舎のタイルが張られており、駅の1階部分はガラス張り。高架橋のコンクリがむき出しだった近鉄八田駅とは大きく違います。道路を挟んで互い違いに設置された2駅ですが、八田駅のロータリーは近鉄八田駅よりも大きく、バス乗り場も複数ある他タクシーも止まっており、駅前の規模では JR の圧勝です。改札階が地上にあるため、天井が高くてゆったりした作りである一方、列車本数は1時間あたり2本と、近鉄よりさらに少ないです。また、ここには駅員がいません。設備がゆったりしているだけに閑散とした感じが際立ちますが、2019年度の乗降客数は、1日平均で4000人余り。3700人強の近鉄より多いのは、名古屋駅までの運賃が近鉄は240円なのに対し190円と割安なこと、近鉄は7分かかるのに対し、JR は5分と短いことがあります。こちらのホームは両側に線路があり、隣のホームは線路が1本しかありません。こちらを上り列車がメインに使うものの、下りの四日市松阪方面への列車もあるため、乗り間違いに注意が必要です。土地の幅が十分ではなかったため、JR と近鉄の駅を互い違いにして収めているのがよくわかります。ホームは6両編成対応。外側の3番線は名古屋寄りが6なのに対し、真ん中の2番線は名古屋寄りが1。両方ともメインは上り列車のはずですが、微妙に違います。なお、この駅に止まる関西本線の列車は、おおむね2両か4両です。朝ラッシュの本数は近鉄とほぼ同じである一方、近鉄は8時台と9時台が毎時5本なのに対し、こちらは7時台と8時台が5本。特急列車と普通の快速三重は通過ですが、区間快速が止まり、通勤通学には JR の方が少し便利かもしれません。近鉄の急行と特急が爆速で通過する横を、下り方へ向かって進みます。八田駅のホームの屋根は3両分ほどしかなく、近鉄八田駅よりさらに短いです。そしてホームが途切れた先にも、線路が続きます。これはホームを延伸するためのものではなく、関西本線を発着する貨物列車のための設備です。貨物列車の大動脈でもあるこの路線ですが、大半が単線のため、長い貨物列車が行き違いできるよう、途中駅の線路がホームよりもかなり長めです。そして貨物列車には、
勾配に弱い弱点があります。八田駅では97年まで貨物を取り扱っていたため、高架化が難航していました。綺麗な設備からもわかるように、八田駅と近鉄八田駅が高架化されたのは、意外と最近、2002年のことです。その理由となった施設と、この二駅の裏側がわかる施設が、駅の外にあります。駅前を西に進み、しばらくすると、高架橋の横の道路が広がります。そしてこの突き当たりにあったのが、かつて八田駅の近くにあった貨物用設備の跡地。駅から少し離れているのには、もちろん理由があります。今では大通りを挟んで互い違いにある両駅は、かつて全体的に西にありました。近鉄八田駅は今の JR の駅あたりにあり、八田駅はさらに西にあったため、両駅は今より離れていました。また、八田駅の線路は今より多く、南には貨物線があったほか、北側には近隣の工場につながる専用線跡が見えます。これらの駅を統合する構想は昔からあったものの、特に八田駅周辺にある貨物線との兼ね合いがあり、協議は難航していました。一方、中盤で通った大通りは名古屋市中心部の道路に比べて幅が狭かった上、ラッシュ時には近鉄と JR の列車が走るため、開かずの踏切になっていました。国鉄民営化後、97年に八田駅の貨物の取り扱いがなくなると、駅の移設と高架化を同時に行う計画が進みます。2002年4月に八田駅が高架化され、工事手順の関係上、今の2、3番線のみを使って上下線の列車をさばいていました。両線で乗車位置の番号が逆なのは、それも理由かもしれません。その後、2003年10月に1番線が完成し、今の形態になっています。八田駅南にあるロータリーは、この高架化に伴って作られたものです。なお、この間線路が減るため、下り方面に 2.4 キロ離れた場所に信号場が設けられ、中線の代わりになりました。98年9月に開設されたこの伏屋信号場は、高架化が完了した後、2005年1月に廃止されており、線路もすでに撤去されています。一方、近鉄八田駅は2002年8月に下り線が高架になり、合わせて現在地に移転。一時的に上下線が離れた状態になった後、2005年5月に上り線が高架化されたことで、今の形態になりました。そして両線を高架化して駅を移設することにしたのは、もう一つの目的があります。それが、八田駅の改札で後ろを向いた先にあります。そう、八田駅には近鉄と JR だけでなく、地下鉄もあるのです。結構深い場所にホームがあるのが、名古屋市営地下鉄東山線。名古屋で最初の地下鉄で、今も昔も一番混む路線です。日中でも平日1時間あたり10本、と休日は12本が運転され、平日朝ラッシュは最短2分間隔。名古屋駅は市営地下鉄最大の乗降客数を有し、以前別の動画でご紹介したような、駅施設の大改良と運用上の工夫で乗客をさばいています。名古屋より西の区間の混雑は緩やかですが、東山線なら名古屋市中心部の境などに乗り換えなしで行けるため、2019年度の乗降客数は1日平均で14,000人ほどと、JR の 3.5 倍、近鉄の4倍近くあります。名古屋までの運賃は240円で近鉄と同じ、所要時間は11分で一番長いですが、利便性は抜群です。東山線のホームは大通りの真下にあり、近鉄 JR に挟まれています。JR だけでなく近鉄の駅からも、改札を出て正面のエスカレーターを降りれば、雨に濡れずにホームに行けます。また、近鉄の構内には、東山線への乗り換え看板がしれっとあります。近鉄も JR も名古屋に直通していますが、区間によっては名古屋で乗り換えるよりもここで乗り換えた方が安いため、ここで乗り換える人もいるようです。八田総合駅構想の主目的は、近鉄と JR の駅を統合することではなく、82年に開業した東山線の駅との統合にあったのです。ご視聴ありがとうございました。